球の皆さんこんにちは。ナックル星人ムカつく。どうも月くんです。今日はウルトラシリーズにおける元祖チートアイテムウルトラブレスレットについての動画です。このウルトラブレスレットは帰ってきたウルトラマンジャックのピンチを幾度となく救って大きな戦力となっていたんですが、そのあまりにも強すぎるというか何でもありすぎるチート能力が災いしてウルトラマンではなくブレスレットが本体とまでネタで言われてしまうこともあるほどです。今日はウルトラブレスレットの力を手に入れることになったきっかけや特にチートすぎたエピソードや実はあの技あの戦いブレスレット使ってませんよなどウルトラブレスレットについて語っていこうと思います。チャンネル登録をしてくれたら泣き崩れて喜びます。まずブレスレットを手に入れるきっかけなんですけど、帰ってきたウルトラマン18話のウルトラセブン参上という回で宇宙大怪獣ベムスターにボコボコにされてメンヘラになってしまったジャックがやけくそになって太陽のエネルギーを求めて太陽に突っ込もうとしてしまいます。その時にウルトラセブンが助けてくれて、これあげるからそんなことするのやめなはれと言ってウルトラブレスレットをくれました。このベムスターに負ける前も何度か負けたりしていましたので、もっと強くならねばっていうプレッシャーがすごくあったんでしょうね。まあ帰ってきたウルトラマンに登場した怪獣たちは初代やセブンに登場した怪獣たちと比べて平均的に強い怪獣が多いですし、2対1で戦わさせられることが多かったウルトラマンであることも忘れないでいただきたいです。セブンからウルトラブレスレットをもらってからはまさにやりたい放題で、ナイフのような使い方をしたり爆弾にしたり槍にしたりは序の口で、光線を反射したり反重力光線を出したり穴が開いたダムに投げつけて水をせき止めたり宇宙人の星を木っ端みじんにしてしまったり、とにかくブレスレットがあれば何でもできるという状態に突入します。ブレスレットで惑星破壊したのは衝撃でしたね。ちなみにあの有名なウルトラランスは実は作中では1回しか使っていません。ウルトラマンレオのレオヌンチャクみたいな感じで知名度の割に登場回数が少ないですよね。まあとにかくウルトラブレスレットがあれば大体のことはできるようになるということが分かっていただけたかと思うんですけど、その中でも特にチートだろと思ってしまうような能力を2つ紹介します。1つ目は21話怪獣チャンネルで電波怪獣ビーコンと戦った時に見せた能力です。ジャックとビーコンはバチバチにやり合って一進一退の攻防を繰り広げるんですけど、最終的にビーコンが優勢になってジャックは倒れてしまって力尽きる一歩手前まで追い込まれてしまうんですよね。目の光とかも消えてしまってウルトラマン敗北かと思われたんですけど、ブレスレットがキラッと光ったと思ったらジャックがいきなりシャーとか言って起き上がってビーコンを倒すんですよね。ウルトラブレスレットのエネルギー再生能力らしいです。いやいやルール無視やん。3分とかのルールもブレスレットの前では合ってないようなものってことですね。日没戦いは終わったとか言ってさらっと流されてましたけど、あれはすごい印象に残るシーンでした。2つ目は40話冬の怪奇シリーズ幻の雪女に登場した雪女怪獣スノーゴンとの戦いで見せた能力です。スノーゴンの凍結スノーフリーザーという冷気ガスでジャックはカチカチに凍らされて、その後ジャックの体を引きちぎってバラバラにしてしまいます。はい、終わりです。だってもうバラバラなんですもん。どうしようもないですよね。キラーン。はい、元通り。いや何でもありやないかい。続いてはそんなウルトラブレスレットですが、数少ない苦戦したシーンというのもありましたので、そちらを紹介していきます。まずは31話天使と悪魔の間に登場したおとり怪獣プルーマとゼラン星人との戦いです。その戦いでジャックはなんとウルトラブレスレットを奪われてしまいます。あれだけ頼もしかったブレスレットが敵になったわけですから大ピンチですよね。ブレスレットとジャックの戦いは、ピンチなんですけどなかなかシュールでしたね。ちなみにこの時のゼラン星人はジャックにすら使ったことがないウルトラブレスレットの技をいくつも使っていたのでなかなかのやり手だったと思います。続いては37話38話に登場した暗殺宇宙人ナックル星人と用心棒怪獣ブラックキングの超有名コンビとの戦いです。この時の戦いでなんとブラックキングに使用したウルトラブレスレットの技が一切通用しませんでした。ただこの時のナックル星人は地球侵略のために徹底的に下準備をしていて、ブレスレットについて研究した後対ジャック用にブラックキングを鍛え上げて、さらには精神的に動揺させるために坂田兄弟を殺して対策を練りに練っていました。そこまで徹底的にやらないとブレスレットは破れないということかと思います。番外編としてウルトラマンエースに登場した異次元超人エースキラーにも一度ウルトラブレスレットを奪われたことがあります。あの時のエースキラーは貼り付けにしたウルトラ兄弟たちから順番にエネルギーを奪っていって、エネルギーを奪われたゾフィーは核、
初代ウルトラマンもガク、セブンもガク、ジャックはブレスレットを奪われてガク。なんで？エネルギー奪われてガクはわかるけど、まあ多分ブレスレットに大量のエネルギーを食べ込んでいたとかそういうことなんでしょうけど、もしそうじゃないとしたらジャックが空気読んだ説ありますよね。ここまでブレスレットについていろいろ話してきましたけど、次は逆にブレスレットなしで戦った印象的な戦いや技などを紹介します。まずは13話14話でのシーゴラスとシーモンスとの戦い。シーモンスを攻撃されてブチギレたシーゴラスが起こしたとんでもない規模の津波をウルトラバーリアで押し返したシーン、あれブレスレットなしなんですよね。ちなみにウルトラバリアではなくてウルトラバーリアですからね。ビムスター戦前なんで当然ブレスレットはないんですけど、ブレスレットなしでこれだけのことができるのはマジですごいと思います。大体のウルトラマンはあそこまでの規模の津波はどうしようもできないと思いますので、ジャックの素の能力の高さが見えたシーンでした。続いては最終話、ウルトラ5つの力に登場した Z の2代目との戦いで Z にとどめを刺したウルトラハリケーンという大技、あれもブレスレットなしで出した技なんですよね。最終話までに成長したのもあるでしょうし、ラスボスはちゃんとブレスレットなしで倒してるんですよ皆さん。ウルトラマン Z がデストロトスと戦った時に最後オリジナルで頑張ったシーン見た時に、個人的には帰ってきたウルトラマンのこのシーンを思い出しました。はい、いかがだったでしょうか。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。確かにウルトラブレスレットはチートアイテムであることは事実ですけど、ブレスレットなしでもジャックは十分強いですし、ジャックだからこそ使いこなせていると考えるのが良さそうですね。光の国の技術が発達して、今やモブトラマンたちにもウルトラブレスレットが支給されているらしきシーンがあるんですけど、ジャックほど使いこなせているようには見えないですから、やっぱりジャックはすごいですね。ウルトラマンゼロも言ってましたし。でもまあネタとしてはジャックのブレスレットいじりは面白いですよね。こんな感じの解説動画やランキング動画などウルトラマン関連の動画をどんどん更新していきますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。さよなら。